はい、皆さんこんにちは。今回はハンダ固定教室です。このクラスの内容としては、このハンダ固定とこのハンダなんですけど、こっちの方はですね、まずこっちの、ハンダ固定が、100円、100均の方で売っているもので、20W から 30W ぐらいで全然大丈夫だと思います。そんなに熱が必要な作業ではありませんので、こっちの方は20W から 30W のハンダ固定をお勧めしております。あとはこのハンダなんですけれども、こっちの方も普通に一緒に購入できるものだったら何でも OK です。はい。それではですね、こっちの方ちょっと、もう一つなんですけど、こっちの方はちょっと特殊で、握ったら、90W まで、上がるちょっと特殊、パワーアップできるものなんですけれども、そんな、熱が必要な作業がないんで、こっちの方握らなくても全然大丈夫です。握ってなかったら 30W です。その 30W でも僕的にはちょっと熱いかなと思うんで、ちょっとこういう作業するときには皆さん気をつけてやっていただけたらと思います。あとは、こういうふうに固定先をちょっと洗浄する、スポンジの方を水にちょっと濡らして、ハンダ固定先をちょっと綺麗な状態にすることがお勧めされております。あとは、そうですね、作業する前には、今綺麗な状態だとしても、ハンダがついているものがあったらいいかなと思います。なので、こっちの作業するときに、こっちの方に、小手先の方に、こういう風に、こんな感じで、小手先をハンダでちょっと濡らしてあげる作業をしてたら、こっちのハンダ付けとの、ハンダ付けがちょっとしやすくなることになります。なので、皆さんの方も、ちょっとハンダ固定の先を、ちょっと先にハンダでこういう風に濡らして作業をしてたら、こっちの方が、その作業前にちょっとお勧めする方法と、その作業の内容になります。ありがとうございます。それではですね、AWD の基板なんですけど、こっちの方がコンバージョンキットを使うためには、このポテンシャメーター、こっちの方ですね。こっちの1、2、3、この順番を1、3の方をちょっとひっくり返してハンダ付けする必要があります。で、そのハンダ付けする作業の動画を撮っていきたいと思います。で、まずはですね、こっちのハンダ固定とハンダ、それと、今回はちょっとこっちのポテンシャメーター固定する必要があるんですけれども、今回僕もう一人のちょっとサポーターをちょっと持ってきてて連れてきました。なのでこっちのこんな感じで持ってくれる人がいたら助かるっていう感じの方の動画になります。なのでちょっとここから作業にしていきたいと思います。こんな感じで、これだったらよく皆さんも見えると思いますけれども、この赤と黒の方をひっくり返す作業になります。それではここからやっていきたいと思います。すみません。はい、お願いします。こういう風に持っていただけるところポイントを、このハンダ付けの方にハンダをつけます。それではこの赤い部分を、はい、こういう風に簡単に取れました。で、次はこっちの黒い部分ですね。黒い部分をちょっと熱をかわしたら、こういう風に取れました。はい、この状態で回していきましょう。はい。この状態なんですけれども、この状態で少しハンダ先につけていきます。その状態で、ぴょって、ちょんってくっつけるだけで固定ができます。あと、もう一つなんですけど、ここも少しだけ、ちょん、ちょんちょん。はい。大丈夫です。ちゃんとハンダ付けができました。で、ハンダ付けをできたら、はい、こんな感じでちょっと綺麗にハンダ付けが
できましたんで、皆さんの方もその熱をなんかここに当てすぎず、ちょんっていう感じの方でやってたら簡単に取れますし、ちょんってつくことで簡単につけることができます。はい。この状態でもう完璧にコンバージョンキットに入る状態になりました。皆さんお疲れ様でした。まあダイジェストみたいな感じの方なんで、今日はちょっとその3D プリンターで試作するものをちょっと組み立てることなんで、本番とは少し違うかもしれないです。でも大体は一緒なんで、中身の仕組みとか大体こんな感じにかかりますということが確認できる動画のことになります。で、今日はですね、その僕の今手前の方に石川さんがちょっと来ております。石川さん、その挨拶お願いします。はい、エンジョイスマイル石川です。今日はMRD のコンバージョンキット、これってどれぐらいこう組み立てるのが、どんな感じかなっていうのを分かっていただいて、これだったらね僕もできるよっていう方は、ぜひですね、クラウドファンディングに、応募していただいて支援していただいて、で返礼品の中にはちょっと厳しいかなっていう方はスタッフがですね組み立てる返礼品も用意されてますので、そういった方は、そちらのねちょっとお値段は上になりますけども選んでいただけたら、エンジョイスマイルの方でお客様の AWD をコンバートしてからですね、納品するという返礼品もありますので、ご確認してみてください。はい。それではですね、今からそのコンバージョンキットを作っていきたいと思います。まずはですね、こっちの方がメインシャシの方になります。で、端子の方はこういう風について来ると思いますんで、まずはこちらの方のですね、ついていくものとしては、まずこっちのジャイロのホルダーですね。こっちのジャイロのホルダーをこういう風につけていきます。はい。こういう風に簡単に今まで通りの AWD の感じかな。そんな感じでこういう、事前にちょっと準備してたらいいかなと思うことからちょっとやっていきたいと思います。で、今回ちょっと特徴的なものの中でこちらのモーターのドライブの方にカウンターギアが一つ入ります。そのためのマウントなんですけれども、こっちの方も先にちょっとつけることでよって、後で忘れないようになりますんで、こっちの方を先にちょっとやっていきたいと思います。で、こっちの方にこういう風に挿すと、こんな感じでマウントができます。で、ここの方なんですけれども、こっちの方の下の方にネジがあるんで、こっちを締めていきます。石川さん、こっちのカウントギアのなんですけれども、こっちってなんでこういう風に1個入るようになったんですか？そう、これはモーターをちょっと上に搭載しようとしたら直接は届かなかったんですよね。ああ、なるほど。距離を稼ぐため。だから間に1個ギア入るけども、別にギア比が変わるわけではなくて、単純に距離をモーターとスパーギアの距離を稼ぐために入れます。なるほど。そうですよね。今、こっちのギアの方なんですけれども、こういう風にベアリングが入ってて、もっとスルスル回るように設計されております。いや、こっちの方、僕、こういうのって大好きなんですけど、正直こういうモーターの方にもベアリング入ってたらスルスル動くとかそういうこともあるんですよね。そうですね。で、それビス、今日はビスなんだけど、そこはまた専用のね、シャフトになったりするんで。そうですよね。はい。で、今日ビスまだちょっと確定はしてないから、ちょっと暫定な感じですね。なるほど、そうなんですね。そうなんですね。あとそこの今のカウンターギアは、ベアリングはとりあえず圧入する感じになるんで。そうですね。はい。ちょっと機構上どっちに抜けないようにできなかったんで、そこは圧入で固定っていう。そうですね。こんな感じで、今見たらめちゃくちゃ綺麗に回るように。綺麗に回ります。そうですね。まずこんな感じですと、基本的に組み立てる前にちょっと事前につけるものはつけるようになっております。はい。それで、すいません。ちょっとこっちの方にベアリングが先ほど AWD の方から取ってきたものなんですけど、すいません。ちょっとこっち先につけちゃったんですけど、ここの方にも1個入ってて、この真ん中の方にもベアリングが入る
ことになります。なので、この AWD の方からそのセンターシャフトのペアリングを取ってきて付けることが必要になります。それでは、そのロアアームからちょっと組み立てていきたいと思います。はい。はい、手が出てきますけど。あ、手現れてきました。はい。白いところ。はい、そうですよね。白いところがちょっと見えるんで。はい。そう。そうですね。このサスアーム、こんな感じのサスアームになります。ここに、その、ドロップ量を調整する、マウントの方もありますんで、今回ちょっと細かい調整がいろいろできる仕組みになっております。で、今回ちょっと特徴的な部分なんですけど、このサスアームのネジの方が結構細くなりました。こんな感じのM1.4 のネジになったんですけれども、これがこういうことによって、ドリフトカーの切れ角の方をもうちょっとなんか余裕を持って切れるように、ちょっとサポートしてくれる、大事なパーツだと思います。で、そのパーツはこんな感じで、スルスル、なんか組み立てていくようになります。はい。長さはだいたいこんな感じで、今回ちょっと押し付けの部分、プラス1ですけど、この長さを固定するために、こういう風のシムが、スペーサー、シムが入ってます。で、こういうスペーサー、シムによって、ここまでちゃんとがっちり締めると、僕たちがセッティングしてきたこの長さが、作れるので、とりあえずこっちの方で試して走行してみていただくと、誰でもちょっと簡単にドリフトできるな感じのセッティングになりますんで、皆さんちょっとこんな作りの方でちょっと頑張って一緒についてきてたらと思います。はい、ボールエンドの方もこんな感じで回して、もうこんな感じで硬く、型がないような感じで作られました。はい。片方ができたんで、もう一頭の方は、完成済みの方をちょっと渡してもらえるように、ちょっとやっていきたいと思います。その前にですね、はい、大丈夫です。お願いします。で、このナックルの方をちょっと組み立てていきたいと思います。ナックルの方はですね、今回、こっちのボールの方も結構ちっちゃくなって、ボールの方が2ミリの玉になって、もうちょっとちっちゃくスルスルな動きを出せるように設定されております。石川さん、このちっちゃい玉を作るって結構大変じゃないですか？はい。なんですけど。ただちょっとね、ちゃんと本番用のまだ試作がちょっとできてないんで、これから大変になるからですね。そうですよね。僕が結構ちょっとうるさくちょっと押し付けた部分なんですけれども、このボールがちっちゃくなることによってボールヘッドだからこっちのこういうパーツの方もちっちゃくなって、なおかつ摩擦だからもっとスムーズに動くような要因にもなるんですよね。なので今回ちょっと僕の方でこういう風になんかちっちゃくかっこよくできるようにしましょうっていうことをちょっと提案して、受け取るようになりました。こんな感じで、今回特徴的なものはボールエンドなんですけど、こっちの方が上下の方が一緒です。だからどっちでも入れても大丈夫な感じの方になります。で、それによってその左右の方が合わないっていう、長さが合わない問題がいろんなシャシからは出てくるんですけれども、そういう問題を防ぐために、ちょっとこの上下が大丈夫、上下にインストールしても大丈夫な仕組みになっております。それもちょっと石川さんも同意を得られて、こういうふうに作っていただくことになったんです。そうですね。これは世の中にあるボールのエンドの球の中心がなかなかセンターにないものが実は結構多いということで、そうですね。今回はその精度をね、きちんとボールエンドの中心に球が来るようにしようということですね。それで結構今回、いろいろ精度が上がってきたっていうことがちょっと僕の肌にも伝わってくるっていうことなんですけれども、ロアアームにこういうふうにボールを入れて、その後にそのシャフト、
クのシャフト側をします。はい。あとこれもベアリングも入れとく。そうですね。もうベアリングの方もナックルの方に入れておきましょう。で、今回このシャフトの方も新しく作りました。今はまだちょっとね。そうですね。今は。すみません。それ市販品です。そうです。市販品。あ、すいません。あ、はい。こっちの方は完了しました。はい。もう一度、もう一個の方なんですけど、はい。はい。アッパーアームの方をちょっと組み立てていきたいと思います。アッパーアームの方はですね、これも、先ほどのロアアームと一緒です。こんな感じのネジがスルスル入ってて、で、こういう風に。はい。ここでシム、スペーサーを装着して、こっちのボールリンクを組み立てていく。はい。こんな感じのアッパーアームになりました。はい。そのアッパーアームの方をこの上の部分に取り付けていきます。はい。この状態がフロントの周りのアームリューです。で、こっちの方をちょっと取り付けたいと思います。ロアアームの組み立てるためにですね、こっちのピン2つとピンを固定するこっちのロアアームホルダーになります。で、ロアアームホルダーなんですけれども、こっちの方につけていただいて、はい。で、こんな感じになります。こんな感じにピンを入れていきます。はい。スルスル入ります。精度めちゃくちゃいいんじゃないですか、これも。これまだ 3D プリンターとか。金型はね、もっと良くなるよ。そうですね。金型だったらこれどれぐらいなんか精度と硬さ、なんか強度が出るのかっていうことがちょっと楽しみになっていくところです。はい。こんな感じのロアアームの一式が完了しました。そのままですね、こんな感じでちょっと立てておいて、カチャンと、はい、こんな感じでカチャンっていう。その次ですね、こっちの2つのポイントにネジを締めます。はい。はい。この状態でですね、で、一番長いネジを固定する作業が必要です。で、このネジがですね、今回、ドリフトコンバージョンキットの一番重要なポイント、大きな切れ角を作るためのステアリングポストのネジになります。はい。で、はい。お願いします。で、こっちの方がステアリングワイパーになります。ステアリングワイパーになりまして、はい。ここに、センターにポストが入って、ちゃんと固定ができて型が出ないようにしております。で、まずはですね、こっちの方に、ボールヘッドをちょっと組み立てていきたいと思います。はい。で、こっちの方は逆回りですね。下の方からボールヘッドを組み立てます。次は、サーボとのリンクのためのボールヘッドを組み立てます。こっちの方がですね、ステアリング用のボールヘッドの玉の大きさと、サーボ用のステアリングリンクと、パイロット用のボールヘッドの大きさが違うので、組み立てる時にこっちの方はちょっと注意する必要があります。それで、ベアリングの方を入れて、で、この状況で、はい、こっちのポストですね。こっちに、はい、立てておいて、
はい、こんな感じでステアリングポストが固定できました。こっちの方がですね、なんとそのステアリングが綺麗すぎないようにちょっとストッパーがかかってますね。それではですね、ステアリングリンクをちょっと組み立てていきたいと思います。で、ステアリングリンクの方はですね、このタイロットの方とそのボールリンク2つになります。その片側の方がですね、ちょっとその曲がってる形になりますんで、実際完成してたらこんな感じになります。はい、これも組み立てていきたいと思います。カメラ大丈夫？位置。大丈夫です。はい、こんな感じでステアリングリンクタイロットの方が完成しました。で、それではこっちの方につけていきたいと思います。こっちの方なんですけど、こういう風にここでカチンと、ここで、はい、こんな感じのスルスルのものになったら OK です。はい。で、スルスルのタイロットの方を、左のは、はい。右側。それで左側と右側になっております。はい。次はですね、このアッパーカーバーの方をつけていきたいと思います。はい。こんな感じでぴったりです。はい。次はアッパーホルダー、ネジを締めて、こっちのネジの方はですね、3つ目に固定します。はい。次の方はですね、アッパーカーバー、アッパーアームサスホルダーなんですけど、はい。こっちの方はですね、ちょっと取り付けたものを少し取り戻します。で、ここはピン、またピンなんですけど、こんな感じでピン。はい。アッパーアームの方はですね、こういう風にピンをここに刺すことで固定ができます。こっちも一番大事なのは、その刺すのアームの方がスルスルに動くことを確認することが一番重要なポイントです。はい。こういうスルスルな動きができました。はい。それでは、こっちの方を先に前に刺して、ボールリンクの方をつけていきます。すいません。はい。あとは、こっちの上の方もですね、ネジの方を留めていきます。はい。それでは、ダンパーをつけていきたいと思います。で、スプリングを入れて、ダンパーをインストールします。はい、せっかくプロントが完成したんで、そのホイールをちょっとつけていきたいと思います。そのホイールの方も AWD のホイールをそのままつけるようになってるんで、こんな感じでスルスル動くようになると思います。反対側の方もつけていきましょう。西川さん、ホイールレンチお願いします。ありがとうございます。
はい。で、それではですね、サーボの方をちょっと組み立てていきたいと思います。サーボの方がですね、今回、こっちのギアと、このちっちゃいギア、この2つの方が新しく作ったパーツになります。で、これがですね、まずは1つ目、それとこのサーボ AWD の方から取ってきたサーボギアの方も流用して4つのそのサーボギアでドライブすることになります。まずはですね、こっちの方、その一番外側のギアからやっていきたいと思います。で、こっちの方がですね、ここの間に挟むことになります。ちょっと入れてこんな感じになります。あ、その前にピンを固定することですね。これは NG だね。そこはね、大体何回か落ちるから大丈夫。そうですね。だから落とさないようにこれトレーとか、そうですね。転がらないようにしてやった方がいいですね。そうですね。はい、サーボアセンブリが完了しました。はい。それでは、もう一つなんですけど、今回サーボダンパーのために、その、おリングを入れてたんですね。それを、その、ちょっと細かい調整ができるように、この、ネジを、ここの穴に、ダンパーを調整できるネジ穴を準備したんで、それを組み立てていきます。はい、これを締めたり緩んだりすることでそのダンパーの強さを機器を調整することが可能になります。でそれでそのジャイロのハンチングの方がちょっと抑えるようになっている仕組みになってます。はい、はい、それではですね基板の方を装着していきたいと思います。まずはですねこっちのスイッチの方なんですけど、スイッチの方を先に入れてインストールします。こちらの間の方にですね、こっちのベアリングの方をちょっと先に入れておきましょう。で、こっちのスイッチをこんな感じで、この下から見るとこんな感じにスイッチが出るようになります。で、この状態でそのスイッチの方とベアリングのホルダーを装着します。はい。はい。その後はこっちのスイッチの線を少し前向きで少し曲げて、その下から行くように少し整えます。はい。そこからはプラスマイナスの端子を固定します。先ほど AWD から取ってきたこのネジをですね使って端子を固定していきます。で、上の赤い線がプラスで黒い線がマイナスですね。はい、この状態で少し線を片付けていきたいと思います。はい、この状態でスイッチの線はこっちのプラスマイナス電源の線から入れるようにしておいて、
少しプラスマイナス線が長いんで、こんな感じでちょっと少し中の方に入れるようにしておきます。で、その後はこっちの方に蓋を閉めるような感じでパカッっていうことになります。はい、この状態でですね、一応基板が逃げないようにネジでちょっと仮止めをします。はい、こんな感じです。で、その後はですね、こっちのモーターの線をくっつけながら、エンコダーの方も先ほどハンダ付けしたエンコダーの方もポテンショメーターの方も装着していきたいと思います。こっちの方はですね、ここに穴がちゃんと形通りになっておりますので、そこを気をつけてインストールするようにしていきましょう。はい、その後はこの後ろのポテンシャーメーターのカバーをつけていきたいと思います。少しこれがセンターにちゃんと来ないと装着ができないので、ちゃんとポジションに合わせてインストールするようにしましょう。はい、ポテンショメーターがインストールされました。その次はこのサーボモーターをインストールします。で、そのサーボモーターは線をここのその先ほどスイッチの配線の真横に入れていきます。はい、こんな形でこっちのスイッチの線とモーターの線が来るようにインストールしましょう。あとはこの線を少し片付けていきたいと思います。はい、こんな形になりました。はい、それでは基板のカバーをつけていきます。アンテナの方をこの穴に合わせてちゃんと入れていきます。で、そのこっちの方を先に入れてガチャっていうことになります。その一番長いネジの方をこっちにインストールします。はい、次の方はこっちの下にあるネジを締めていきます。この次の方はこのシャフトの方をですね、シャフトの方にスパーギアをインストールして、はい、で最後の方なんですけれども、モーターの方を組み立てていきます。で、マウントの方がですね、今回はカム式になって調整する、回転することでギア比を変えることができます。今回の MRD のモーターマウントの方はカム式に変わりました。AWT みたいに別途パーツが存在することではなく、このパーツ1個だけで回転することによってモーターのシャフト位置が変わるんですね。なのでこっちの回転することでピニャンを変更することになります。はい、それではモーターマウントをモーターケースにつけて、はい、こういう形になります。で、ここでこんな感じで回転することになります。はい。で、こっちのモーターの線をここに挟んで、こういうふうに準備ができました。それで、こっちのシャフトの方をちゃんとここに確認しながら、はい、こんな感じですね。はい。先ほど
ネジを分解して、こっちのモーターをインストールしていきます。はい。その次はですね、先ほど AWD から取ってきたリアマウントをインストールします。はい。一番最後の方なんですけど、ボディマウントのフロントマウントを装着します。はい。バッテリーのケースカーバーはこんな感じです。向きが書いてありますんで、こんな形でザイロをインストールしていきます。はい。ここのマウントが、ザイロの用のマウントがありますので、添付されているちっちゃいネジを使用することで、ザイロがインストールされます。はい。この状態で少し曲げて、ザイロのポートが左にありますので、左の方に装着します。はい。ジャイロの方も装着完了しました。はい。コンバージョンキットの移行作業はこんな感じになります。皆さん、ありがとうございました。